それは深い深い海の底での物語。古来よりの伝承が日々科学という光に照らされ明らかにされていく。存在も血肉や骨も魂のありかも。彼または彼女らの意志とは無関係に。深海特殊施設マグメル。各国から集められたエリートたちが人ならざる亜種を調べるため水深6000メートルに設けられた特別な研究所。亜人種がいたことを世の中から隠すべく、また人狼にもとる実験から世間の目を欺くべく作られた人類の贖罪の場所。暗くて長いトンネルを出ればそこには光あふれる幸せが広がっている。どうすればいいでしょうか。それは誰にもわからない。そうだね。どこまで行っても延々と続くトンネルがあること、ユリウスさん。抜けた先により深い闇が待っていることもナナ私は知っているから。人魚を水槽から出してくれ。いいんだね。いくら再生するとはいえ君はまた切り刻まれる。はい、その代わり約束してください。私を生まれ故郷の青い海に返してくれると。分かった。みんなもいいね。僕たちは人魚を食う、人を食う人狼と戦うために。事の始まりは研究施設内で起きた起こるはずのないトラブル。人狼を閉じ込めておく行為が3匹分全て解放されていたことから檻の電磁力が解除されていただってどうなっているんだい。落ち着いてくださいユリウスさん。あなたが取り乱してどうするんですこんなか。時までおすまし顔かいこりす。私はこういう時こそ冷静であるべきだと。ああ、ダメだな。最後にアクセスした ID の痕跡すら消されてやがる。お手上げだ。この施設にある機器の管理と整備はあんたの仕事じゃなかったよ。おいおいおい、誰かが恋に起こしたことまで責任を押し付けないじゃかなわんぞ。なんだよ。喧嘩なら外でやれよ。よし、表出ろ。いや、外は海の底だよ。ここでやってください。だからあんたがいいと。姉さんの言う通りだよ。ユリウスさん。そうじゃない。ここマグメルは海の底。外界から完全に隔離されているんだ。つまり私たち13人の中にロックを解除した犯人がいるってわけだって。ここには私たちしかいないんだ。それからそれ以上に重要なことがもう一つ。そう、檻の中から人狼が逃げ出していて今もまだ見つかっていない。人狼、それは満月のように人間を食べた女。月光の魔力でその人物になりすまし、家族や友人を夜ごと一人ずつ餌食にしていく忌むべき存在。引き続きの調査の結果、マグメルのメインコンピューターがクラッキングされ檻の鍵が開けられたことが判明した。酸素や食料の供給などに影響はなかったものの、地上との交信ができなくなり救助の要請もままならない。現状が知られぬまま救援が来るかすらわからない中、逃げ場なき施設内に人狼が解き放たれてしまったのだ。人狼ってもう誰か食べちゃったのかな。
食べちゃってたとしたら誰と入れ替わってるんだろう。おいランス、バカなこと言ってんじゃねえぞ。無駄よハイラム。ランスが普通じゃないことを分かりきったことね。でもこんな状況望んだって作れないだろう。知的好奇心が刺激されない方がどうかしてんじゃねえの。シーマ、お前も同類が垂れている。あれお前このマグメルに何しに来たわけ？地上じゃ絶対にできない実験や研究を心置きなく存分にできるからじゃねえの。ブテヘゼル国の威信と科学者のプライドかけてここに来てる。どこかの的再現テストと違うね。ヘーゼルの言う通りだな。みんなで一緒に人魚切り刻んだくせに。そりゃ仕方ねえだろ。コンプレックスカタストロフクライシス、相次ぐ最悪で地球の生物圏は減少の一方だ。いつ最後のラッパ吹きが現れても不思議ではなく、被験体はそう破滅から人類を救うための必要な犠牲だったんだよ。 C3 のせい仕方ない、人類のため必要だったはっ随分と都合のいい言葉だよな。やることやってたのには変わりないのにね。んだと俺たちろくな死に方できそうにねえな。いえ風習ヘゼル絶対生き延びてやるね。世界でトップクラスの才覚ある科学者たちですが、人狼の生態もそれと戦う術も発見できずにいた。このまま夜を迎えれば人狼たちの時間になってしまう。だがそこに希望の声が届く。人狼と同様実験材料として施設に閉じ込められていた人魚ナンバー07こと人魚の7からのメッセージが。それ本当ですか？あの人魚から私たちに？はいデイジーさん。もうはっきり言ってくださらないかしら。すいません。大丈夫だよそうや。顔色が悪いね。この薬を飲めば落ち着くはずだよ。ありがとうございますセシル先生。人魚の伝承。相変わらずものをはっきり言わない人ですわね。ですね、07が人狼と戦う方法を教えてくれるそうです。07があれだけの実験を繰り返したマグメルの僕たちを助けるだって。交換条件か。はい、その代わり自分を逃がしてくれるのならとのことです。ユリウスさんは上には実験中に死んだと申し送りをすると。本気ですの？あの人魚はサルドの被験体ですらよ。07には人類の未来がかかってる。僕たちはあの子を失うわけにはいかない。しかし元より前に進むしか道はない。どんな逆境でもな。そうだろ。そして被験体ナンバー07人魚の7の水槽が科学者たちの前に運ばれてきた。軽減に自分の様子を伺う人間たちに7は言った。ええ、確かにあなたたちの中に人間ではないものが3匹勝っているようです。それが誰かまでは分かりませんが、ですが人狼と戦う方法はあります。かつて人狼に襲われた村が未来に勝ち得たやり方が、そして戦うための力もある手段で私からあなたたちに授けることができます。それは古来種としての力を宿した私をあなたたちの体に取り入れることです。私の体を食べることで。つまり君の肉を食べれば人狼を倒すことができるということなんだね、ナナ。はい、古来より私たち人魚の肉には不思議な力が宿っていると言われています。確かにこれまでの実験の再現性のない変異はあったね。まさか自分の体を使って臨床実験をするだなんて。でもよ、人魚の肉なんか食ったってうまくねえだろ。他に方法が。わかんないじゃん。もしかしたら美味しいかもしんないよ。人魚の肉に不老不死の効果があるかどうか、発言の条件は何か、いろいろアプローチしてみたけど一番シンプルな検証方法だわな。まるで科学者らしからぬ原始的なやり方ね。で結局どうすんの？食うの？食
食わないの？他に方法はねえんだろう。それで人狼を倒せるっていうならな。ええ、戦わなければ私たちもあの資料映像の被験者たちと同じような目に遭いますわ。取り入れる生体組織が一つ追加されるだけだ。どうすればいいんでしょうか。そうだね。ユリウスさん、ナナを人魚を水槽から出してくれ。いいんだね。いくら再生するとはいえ君はまた切り刻まれる。はい、その代わり約束してください。私を生まれ故郷の青い海に返してくれると。分かった。みんなもいいね。僕たちは人魚を食う、人を食う人狼と戦うために。しかし人魚は言わなかった。その力はあくまで人狼を見つけるための手助けに過ぎないこと。人狼かどうかを判断し決断するのはその場の人間たち。互いが互いを疑い信じ、投票で処刑していく形でしか人狼を倒す術はないということを人魚は言わなかった。これより始まるのは今はまるで他にないたった一度の物語。シードザ・ライブレイクシアター。聞こえるかい、ナナ。これで僕たちは人狼と戦う準備ができたということなんだね。はい、あなたたちには3つの能力、一晩に1人人狼か人間かを見分けることのできる預言者の力、毎晩処刑された者が人間だったか人狼だったかを判別する霊媒師の力、そして人狼に狙われた者を守る狩人の力。それがここにいる13人、いえ人狼を除いた10人のうち3人に宿ったということですね。力を得る人間が何ナムだったのに全員で食べる必要があったのかしら。あれなんでこんなとこに一人分の7の肉が落ちてるんだろう。おい、どういうことだよ。全員で食って受け入れるってそういう約束だったじゃねえかよ。裏切り者がいるんじゃない？メインコンピューターをクラックし人狼の檻を開けた張本人。わざわざこの場で知らしめるなんて人狼たちに対するアピールかしら。人狼に組みする表明、つまりそんな狂人も一人ここにいるということか。いつまで私たちが無事でいられるか分かりません。でも来るかも分からない九死を待ってるだけでは。はい、人狼がこの中に紛れている限りどの道皆さん助からないでしょう。そこで僕たちはナナの提案通り人狼を探す話し合いを、疑わしき者を選び一人を排除するための話し合いをこれから毎日行う。投票にはこのバラを使おう。深海生物の遺伝子を使って品種改良した緑のバラ。この施設唯一の花をこんなことに使うなんてね。投票の結果、最も票を集めたものを今僕たちがいるこの場所、深海環境ラボに残し、注水後遺棄する。人狼は殺処分するしかないんです。その死骸はやがて呪われた物質へと変化するリスクがある。それを安全に分解できるのはここの特別なプランクトンだけ。ご存知ですよね。全員で疑い合って
殺し合いっていうのか。くそ。もし人狼じゃないやつを選んじまったら、ただの人間を殺しちゃって外れってだけだよ。そうしたら次頑張ればいいんだよ。ちょっとあんたゲームじゃないのよ。ですがそれこそが人狼と戦う唯一の方法。かつて人狼に襲われた村もそうして生き延びたと伝え聞いています。いいかいみんな、僕たちは救助が来る前に人狼を倒し、そして生き延びなければならない。化けるのがうまくたって人狼なんて所詮フェイクだろ。暴かれまいとその正体を嘘で塗り固めてくるか。だとしたら人間が事実だけを述べていればいずれ嘘つきがあぶり出されるよね。私はしばし失われた血肉を戻すために眠りにつきます。ですが夜ごと私は歌うでしょう。死へと誘われる魂を安息に導くため、私の与えた力を毎晩発揮させるため。話し合いの前に、これから命のやり取りをするという先生から記録しておきたい。科学者ではなく一人の人間としての尊厳をかけて。ドリス、君から頼む。はい。セカンドチーフのドリスです。人類の未来のためにもここマグメルを決して失うわけにはいきません。どうか皆様のお力をお貸しください。私は決して人狼ではありません。オッケー。グレアな魅力に頭もグラグラ。俺様ドクター G テイラー、絶対に人狼なんかじゃねえ。ギンギンギラギラゴーゴーゴー。この気持ちでいけば人狼なんて簡単に倒せら。いきな。メディカルドクターのセシル、大丈夫だ。天才がこれだけいるんだ。絶対人狼なんかに負けない。みんなで協力すれば人狼なんてすぐやっつけられる。みんなで協力しよう。僕は人狼じゃない人間だ。これはタイ語で嫌だって意味ね。人魚07は美しい。人狼はさ、みんなも知ってると思うけど醜い被験体じゃない。だからね、多分擬態してても美しいものが人魚から力を得た人、そして醜い人が人狼。私はそう判断するわ。醜い人に投票すればいいのね。簡単よ。ウォルターは人狼じゃないわ。大家好，我叫林医生。医生っていう名前、中国の父と母にもらった大切な名前で、この名前に今明かすヘイゼル一人の人間とし命のやり取りする覚悟よ。このマグメルに5年以上いられるもの、腹くくってるか頭おかしいかどちらかね。しかし根本的存在理由みんな同じと思ってたから同じ空間で研究できてたね。ただしそうじゃない者いた。ヘイゼル、裏切り者絶対許さないね。人狼ごと息するね。シュシュ。メイさん、俺雑用係なんだけど実は被験体なのよ。まあ人狼って意味じゃないよ。地上にいた頃さ、なんかある占い師に「お前死の匂いがする」って言われて「死臭がする、お前内臓悪いよ」って言われて、もうすぐ死ぬらしい。もうすぐ死ぬ。だからそこにいるダンカンの被験体になりやした。ダンカンは人間の蘇生を研究してるんだとよ。もうすぐ死ぬが随分生きてる。まあ俺は冷凍保存され100年後まで生きる。だから今は死ねねえんだよ。絶対に生き延びて100年後も生きてやるぜ。被験体だったんだ君も。ドクター P のナースです。なんて言ったら
るんだろうな。今すごくちょっと幸せな気分。でもやっぱ思うのはもったいないかなって。強靭な肉体も持ってるし、人間を消化できる消化器官も持ってる。しかもそれに加えて不死身の能力まで持ってる人狼ちゃん。なんでわざわざ死ぬ選択をするんだろうなって、もったいないなって思うんだ。僕がその全てをもらうはずだったのにな。そっか、メイソン君も被験体だったのか。一緒に生き残ろうね。ヘッドオフィシャルソーヤです。人狼ではありません。ここまでの先生、一切共感できませんでした。僕が研究員になれなかった理由がよく分かりました。僕はこの世界の未来のため、そんな大それたこと思ってません。地上にいる妹と弟の未来のためにここにいます。僕はその気持ちだけに従って戦いたいと思います。以上です。アイラムだ。科学的に証明できないものを科学で証明する、それが神秘学だ。俺の専攻は神秘学。人狼を重点的に調べて研究を続けた結果、一つの仮説にたどり着いた。人狼にも俺たち人間と変わらない心がある。心があるということは感情がある。それが俺の今のところの仮説だ。これに実証的証拠はないが、俺はそれを信じて戦う。心があるということは恨みがある。感情で最も強いのは恨みだ。人間は協力してガチになって戦え。俺は人狼じゃない。ああ、メカニックのレオだ。メイソンとはよく仕事してるが、あんま顔合わせてるやつはいねえよな。俺はこの施設のメンテナンス制御一人で一手に担ってる。空調の調整をしたり、名刺がそれぞれの部屋にちゃんと運ぶようなシステムをしっかり起動させたり、あとは酸素の濃度とかな、いろいろやること多いんだよ。俺がお前らと仲良くしなかった理由は、いくらでもエコひいきできるからだ。こいつ気に入らねえな、酸素止めてやろうと簡単にできるから。怖い、やだー。危ねえ。こんな状況になってあんまり実感は湧かねえが、こうやって顔合わせてしまったのはしょうがねえな。もしかしたらエコひいきしちゃうかもしんねえけど、なるべく気をつけるよ。俺は人狼じゃねえ。よろしく。デイジーですわ。いいでしょう。命を懸けた先生をし、協力をし、あなた方に力を貸して差し上げますわ。ダンカン、メイソンの延命は僕の研究の副産物の過程にしか過ぎない目的じゃない。でも目的にもう少しで手が届きそうだ。今研究をやめるわけにはいかない。僕は人狼じゃない。この先も研究を続けたい。それだけだ。ありがとう。僕は正真正銘このマグベルの管理者ユイウス本人だ。人狼などではない。僕が被験体に見えるかい？天才がいれば人狼を倒せると言ったね。違う。人狼が天才を食っていたら、その人狼は天才になっているんだ。もしもドクター3人が人狼に食われていたりしたら、マグメルは終わりかもしれないね。しかしその程度で滅びるようなマグメルに地球が救えるとは思えない。人狼を滅ぼし地球を救う。始めよう。はい、それでは人狼を探す話し合いを開始いたします。みんな久しぶりね。ウォルターさんは美について研究をされていますね。そう。ドリちゃん一つ言いたかったことある。はい。いい？先に。はい、どうぞ。体調悪い？足むくんでるわ。昨日お酒でも飲んだ？体調悪いんじゃないかと思って。ちょっと失礼なんじゃないかそれは。だってむくんでるもの。ここでお酒を飲むことは大変高価なものなので、
飲んでおりません。ロボットみたいな喋り方になっちゃったよ。でもちょっと笑ってるわ。大丈夫かな？ドリス。点数の取りすぎじゃないかしら。ドリス。ドリスの健康状態って何かの手がかりになる？もしかしたら醜いものが人狼だから言っていたね。人狼かもしれない。むくんでるやつが普通の状態より醜くなってるでしょ。私がむくんでるからカリウムの入ったご飯届けてやる。お願いします。ぜひ。君が綺麗だと思うよ。ありがとうございます。エリアス様。いつも美しいの。人狼を探す話し合いをいたしましょう。あれだわ、でも人狼探してたんですわよね。探そうとしてあの話をしたんだよね。そうよ。それでも今私は人狼ではないので。むくみ人狼？違います。なんだむくみ人狼。皆様、ハイラムさん何か。じゃあ一つ。俺が先ほど先生の時に言った仮定の話だ。仮説だな。ウォルターが言った通り、人狼がもし成り代わる人物を選べたとしたら、ユリウスが言った通りドクターが選べたとしたら、マジで怖いよな。俺は人狼3匹が仲間同士で分かり合って、どういう人物になり変わるんだろうとずっと考えていた。多分グループを分けたいと思うんだ。というのはこのマグベルにはフェローと呼ばれる私たち研究者、そしてドクターと言われる天才と呼ばれている者たち、そしてそれ以外の者がいる。これをグルーピングした結果7分かれればいいんじゃない6だな。足し算ができなかった。大丈夫だ、いいよ。そういうことも分かれればいいんじゃない分かれてみる？その436にちょっと分かれてもらっていいか。ちょうどドクターここにいるわ。じゃあドクターが真ん中、フェローがハイラム側だ。そしてその他と言われているものがそちらだ。例えばだ、あくまで仮説でしかないが、この中に人狼が1人ずついると考えたらどうだろう。面白いね。面白いな。別にありはありただしだ、もちろん引っかかると思う。1人いるという仮説に基づけば、それはドクターに投票したら人狼を殺せる可能性が高いって普通思うよな。だがそれは不公平な作戦だと思うから、各々のグループから1人投票対象者を出すというのはどうだ。それぞれのグループ内での何なんだお前ら。ハイラム。私たちはハイラムを差し出し何なんだ。そのようにグループ内で決めるんだ。そうだ、グループ内での投票を行い。どうする非常に難しいと私は思いますよ。人狼が今この中に1人ずついるという仮説ですよね。その場合人間が前に出てしまうと私は感じます。そこなんだよ。2人以上人狼が紛れていた場合は人間が出るよな。そこも手がかりになると考えてる。その投票対象者というのはマジで投票したい人物っていう意味もあるが、それを覆すことも可能だ。とりあえずやってみます意見なんだけどいい？とりあえずやってみよう。はい、やる？意見なんだけどやる前に1個言いたいんだけどさ、人数多いのがそれ以外のチームじゃない？そっちから2人出さん？4人にしない？1、1、2、そっちの方がだって人数的には僕たち3人は少ないわけだし、3分の1で死んじゃうわけよ。死ぬかもしれない。いいですわね。2人出してみますか。選んでみようか。難しいですね。選ぶのはむずくね？なんとなくまだむずい。感情一致ですわよ。ちょっと待って他の奴らは何やってるか大体わかるけど、おめえ何なの？おめえ何やってる人だ？僕は事務作業です。こいつでいいんじゃないか。もうさ、わかんねえしさ、俺たちがやってもわかんねえから、じゃあそっちはハイラムなんでしょ？じゃあハイラムがこっちの、そっちの1人を選び、でこっちの1人がこちらの2人を選ぶ。それを俺様ずっとやりたいと考えていて、で俺様的にはこの2人が今疑わしくないと思ってるから、もし叶うならば俺様がここに出て、俺様がそっちの怪しいやつをあげようって今考えてる。じゃあいいじゃねえか。俺はテイラーを推薦する。テイラー。先生中ずっと視線も定まらねえ、足元も定まらねえ、怪しいよな。レオ俺かよ。そうヤクルト思ったわね。もう1人誰か出して。じゃあそれがわかんないからもう言っちゃっていいよ。もう1人レオさんはソーヤさんを指名しました。その瞬間に私はソーヤさんとレオさんが出たらいいのではないかと感じました。いいじゃねえか。敵同士だもんな。はい、多分。多分。じゃあとりあえずそうしよう。とりあえず今上がったのはハイラム、テイラー、レオ、ソーヤの4名だ。俺はもともと元来投票対象を上げたいという意味でこの4人を上げるという作戦だったが、もちろん投票に制約はない。この4人を重点的に疑ったり質問したりしていってほしい。じゃあ疑われるべき4人を上に上がればいい。ただこの4人についてそれぞれ条件は違いますよね。提案者であるハイラム、自ら選ばれに行ったテイラー、選ぼうとしたレオ、
選ばれてしまったそうや。選ばれてしまった僕です。ちょっとテイラーに質問。なんでこの2人は大丈夫と？そうだな、正面から俺様その心理学的に汗かいてたり痙攣してたりそういうの見てたんだけど、ランスとなんか別に今見てみ、マジで何にも怪しくねえから。そうね、いつも通り。俺からも一つ、俺はフェロー3人に3人ともに指をさされてここに上がっている、フェローの中に人狼の仲間がいて俺も人狼だということは考えづらいと思ってました。なんかさ、心理的にさ、多分ソーヤとかレオの方が投票しやすいのよ。そうなんですよ、さでもだから頑張って、人間だったらね。私は現状この中だとテイラーさんを疑ってしまってます。なぜならばランスさんとダンカンさんのことを人狼ではないと判断できたのが僕にはよくわからないからです。そしてテイラーさんが指名したレオさんは違うと思います。指名されましたが、なので僕はテイラーさんがこの中だと疑わしいです。賛成ですわ。そうだな。レオどう？俺はハイラムは人狼ではなさそうだなと選ばれた感じでは思ったんだが、もしハイラムが人狼だった場合は、こちら側からは仲間を選ばないわけだろ。でその中でこいつ選ばれずに自分で出てきたよな。ここは何かのつながりがあるような感じがして、他の2人若干怪しいんじゃないかなとは少し思っている。つまりランスとダンカンのどちらかにはいるかもしれないと思った。なんかいい？なんかみんなに聞きたいんだけど、ハイラムってこの作戦を提案した時点で自分が殺されるかもしれないって覚悟はもちろんあったと思うの、それに加えてテイラーも自分の命を投げ打って僕たちをかばってくれたんだけど、その理由はよくわかんないんだけど、人狼だったらそれってことすると思う？まあ普通そう思うよね。私はすると思い、テイラーとあなた方2人のどちらかが人狼の仲間ではないかと考えています。2人いたかもってこと？ 2人いたからテイラーは自らが代表に出て選ばれるようにし、あなた方に人間を選び、自分が投票されなければいい立場に持っていった人狼に見えましたわ。レオさんの順番でどうぞ。私は自分が人間なので、人間が出ることってめちゃくちゃデメリットだと思うんです。人間であるならば名乗りで前に出るという選択を僕は絶対しないと思います。テイラーさんやはり怪しいです。一言言うね、そうやわ、絶対人狼じゃない、ヘイゼル今感じてるね、そしてやはりテイラー怪しいね。レオさんどうぞ。オッケー、テイラーが俺を指名したよな、そして俺はソーヤを別に指名してねえんだよ。こいつでいいんじゃないかって言ったぐらいで、確かにそのことを利用してソーヤをここに出したドリスのことを若干怪しいと思ってる。なるほど。私はテイラーさんが人狼でも人間でも、考えられることが見つかりました。テイラーさんが自らこの4名に上がりましたね。そこは少し怪しいです。しかし人狼であればレオさんともう一人人間を選ぶことができました。しかしその選ぶという行動を放棄しました。それが人狼のすべきことなのか人間のすべきことなのかが。じゃあ喋るぜ。俺様はシンプルにとっとと話を進めたいから、何でもいいから誰か出さなきゃいけなかったわけで、お前たちはたくさん喋ってたけど、俺もランスもダンカンもお互いに何も話すことがなかったんだよ。だから俺様が出た以上。その進めた結果どう思ってんだよ。そうね、今この状況で俺様って疑いやすい、殺しやすいと思ってるわけね。で実際に票も重なるであろう。多分ソーヤとかデイジーとか人狼なんじゃない？あなたは現に怪しかったですか？ねえねえねえ、ファーストチーム僕は思った。ソーヤとレオ人狼じゃないなと今全員の話を聞いていて思っていて、上に人狼がいるならハイラムかテイラーだろうね。僕4人とも人間だと思った。そういう流れになりそうだから、ファーストチームも喋った方がいいんじゃないかなと思って。今ずーっと見てた。僕4人とも人間だと思った。正気ですか？そうでしょうか。私はハイラムさんが静かだなと感じております。静じゃない？別に誰からも疑う声はなかった。ダンカンが初めて疑った。俺はずっとセシルが話しそうにしても見ていた。いや僕はちょっとデイジーとかそうやとちょっと重なってしまうんだけど、テイラーがやっぱり僕は怪しいと思ってて、なぜなら自ら名乗り出たよね。そして多分仲間がいるから自分は大丈夫だろうって思って出てきたんじゃないかな。それはドクターの中に仲間がいる？それとも他に仲間がいる？ドクターにいるかもしれないし、それは分からないんだけど、もし人間だったら多分出たくないと思うんだよね。投票で守ってもらえると思ったから、やっぱり俺はそれは思ってないんだが、俺様が今考えてることは自分の疑いがどうかじゃなくて、
今ここの4人が立っていて、きっと俺たち4人の誰かが死ぬであろう。だけどそれに対して反対する人がいないということは、おそらく下に、預言者がおり、その預言者の力を持ったやつは知ってる人間がここにいないっていうことだから、やっぱりこの4人でいいと思うぜ。そうなの？今テイラーさんに投票しようと思ってる人いますか？投票の時間です。席についてください。先ほど申し上げた通り、こちらの柄を最も疑わしいものに投じてください。ドリスに投票いたします。テイラーとドリスを共に疑っております。最初はテイラーの仲間がドクターの中にいると予想しましたが、テイラーという人狼が自ら名乗りを上げ、こちら側にいた人数から1人しか指名できなかったのは人狼の仲間がいて、どう動いていいのか分からなかったように私は思いました。テイラーには誰か投票できますわよね。私はもう一人の人狼だと思うドリスに投票いたします。あなたに疑われていることは気づいていました。テイラーさんに投票いたします。私はテイラーさんのことをかばってもいませんし、疑う発言もしています。怪しいです。テイラーさんに投票します。しかしテイラーさんを疑う人数が多く、テイラーさん自身が焦ってないように感じました。テイラーさんが人狼でないのであれば、早く投票して潔白を証明してほしいと思ってます。投票する。やっぱり上に上がった人の中に人狼いないって普通に考える。普通に。その上で上をまだ投票しようって言ってた人たちの中に人狼がいると思ってて、ドリスがテイラーのことを疑ってることに気づいてなかったデイジーが人狼だと思う。かばってましたけど。すげえわかる。先どうぞ。俺も上の4人にはいねえと思う。俺も含めてな。で、下にいたやつらの中で一番コミュニティが一番広かったのが俺の属していた雑用係チームだったんでな。俺はその中にいると思って、デイジーと同じだな。ドリスにとレオさん。まず1個、デイジーの推理は俺様とドリスが人狼。でもドリスは俺様に投票してる。すでにこの推理は違う。おかしいんだよ。おめえは最初からデイジー。私の後に投票したから分かりませんわよ。雑用係の中に2人ぐらい人狼いそうだな。そうやとドリスじゃないと思う。ちょっと前言撤回。レオに投票。俺か。テイラーに投票する。そもそも上に一人もいないというのはありえないと考えてる。だからランスとユリウスも疑っているが、そう考えると上の4分の1だ。現に2票しかテイラーに入ってない。テイラーに投票するね。ほら見ろお前ら。上にいた者の中に人狼がおり、それがテイラーだけだとヘーゼル思ってるね。上の4人に投票しないのはフェアじゃないと考えるから。でもね、テイラーにちょっと集まりすぎてるのも違和感がある。レオに投票するわ。投票はハイラムへ。僕はテイラーかハイラムが上の4人の中では依然容疑者だと思ってるから、このままテイラーが死ぬ流れにあまり、反対はしないけど、君がもう一人になってほしい。ならない。どっちがいい？全く同じ感じで立ったわ。どちらでも。じゃあ行きましょう。まあレオに投票する。俺か。票持ってる中だとドリスは人狼じゃないんじゃないって思ってるよ。やっぱりテイラーが怪しいと思ってる。で、レオは人間だと思う、議論を聞いて、やっぱりテイラーが怪しいと思ってて、次に怪しいと思っているランスに投票する。つまり俺様を殺すってわけだな。投票が終わりました。本日深海に遺棄されるのはドクター G テイラーさんです。お前らに残していくことは研究は絶対くれてやらねえけど、このバラの中に絶対人狼がいると思うな。俺様がさ、人狼だったら
どうして上に立ってる4人に投票せずに票の集まらないデイジーなんかに投票するんだよ。頭悪い。よし、お前らもう1枚。多分俺様の話はわかんねえだろ。ゴージャススイーツですさ。あ、ドリス。はい。俺様も美容の研究してるわけ。かっこいいだろう。ゴージャスだろう。ゴージャスな太もも手に入れてくれよ。なんだかとても恥ずかしいです。だがお前は明日が来れば戦いは続く。しかしゴージャスなスタイルになって現れるだろうな。ありがたく頂戴いたします。いやー、研究結果くれてやっちまったな。俺様のデバイスにはあまたのゴージャスポーズが入ってるんだ。ドリスに使いこなせるかな。で、真面目な話だ。ナナ、人間はきっとお前と和解することは永劫できないと思う。すなわち全てにおいての平和、安全、安寧はもたらされない。このマグメルもどうせ時間とともになくなるだろう。そもそも俺様はここを棺桶だと思ってきた。今日が俺様の終わりだ。悔いは一つもねえ。歌ってくれ。死んだー。死んだー。テイラーでーす。どうもそうですよ。この夜のお時間ね、テイラーさんと我々マリンスノーと私マリンスノー七粒ちゃんで、そして記録の要請でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。はい、劇場海域にいるマリンスノーの皆さん、拍手と笑い声は全然 OK ですからね。なるほど。はい、おしゃべりは禁止となっていますが、笑い声は大丈夫ですからね。なんかそこら辺はお存分に笑ってください。おしゃべりがね、意外と聞こえるからね。そうなんですよ。そうなんですよ。だから気をつけましょうね。お願いします。さあ、夜のお時間となっておりまして、ニコ生海域のマリンスノーも見ておりますよ。はい、ゴージャース。ゴージャー。はい、ニコ生の皆さんもね。はい。で、今ね、ゴージャステイラーさんがお持ちのこのボードをパカッと開けると正体が書いてあります。もし人狼って書いてあったら本当に人狼だし、人間って書いてあれば人間みたいな形でパッと見て分かるヒントが書いてありますからね。これパカッと開けるとき、いつもだったらコール&レスポンスなんてやってたんですけど、さっきも言った通りおしゃべり禁止とね、対策のために今回はコール&レスポンスではなく拍手にしたいなと思っています。せーのでオープンして拍手でお願いします。目をね、まばたきパチパチってやるのも合わせてみるといいかもしれません。オッケー、じゃあ開けちゃう？はい、開けちゃいましょう。じゃあ俺様はゴージャースって言ったらパチパチもらいましょうかね。オッケーです。ゴージャスでいきましょう。俺様はゴージャース。ありがとうございます。これですね、お星様書いてくれてる人いますね。これですね。まあね、G はゴールドっぽい感じもありますからね。めちゃめちゃついてるぜ、いろんな金。ちなみに、前回と違う金ついてます。何？ここ。わかりづらいんだこれが。これ気づいた人いたらもうすごいゴージャスだと思う。なるほどね。すごいゴージャスな目を持ってる。というわけでこちら正しい情報となっております。テイラーさんのお席の番号は9番ですね。はい、9番テイラーの正体です。大丈夫かな？ではクローズしましょう。テイラーさん、人狼何匹ですか？人狼は3匹。はい、3匹全部息できれば人間の勝利となります。そして人間どんどんね、息したり夜を襲ったりして減らしていって、人狼と同数もしくはそれ以下まで人間が減ったよっていう形になると人狼の勝利となります。その通り。はい、さあ3人能力者がいるそうですが、能力者って何でしたっけ？能力者は夜に選んだ人の正体を人狼かそうでないかを知ることができる預言者が1人、昼の時間に死んだ人、つまり今日であれば俺様テイラーの正体を知ることができる霊媒師が2人で、
そして選んだ人、人狼が襲おうとした人ともし一致した場合は、殺さずに守ることができる狩人、この3つだぜ。はい、素晴らしいですね。そして補足説明としては、預言者は最初から一人人狼じゃない人を知っているということだったり、狩人になんかできないことが2つあるとか。狩人はまず自分を守れねえ。バレないようにしないと。そんで待って、今日例えばじゃあ俺様を守るということにした場合、明日また俺様を守るみたいなことができません。連続で同じ人を守ることはできないけど、例えば1日目テイラー守ります、2日目奈々ちゃん守ります、3日目テイラー守りますと1回違う人挟めば大丈夫。なるほど、連続はできないってことなんですね。そういうことだぜ。はい。でそして預言者や霊媒師がチェックできるのは人狼か人狼じゃないかということだけとなっておりまして、狂人というね人狼の味方する嘘つきもいるわけなんですけれども、狂人は人狼ではないし、人狼が誰かも分かってなくて、預言者霊媒師が見ても人狼じゃない判定が出たりします。でもね、狂人は人狼チームなので人狼の味方をするでしょうねということで、劇場会議のマリンスノーの皆さん、寒かったりしたら今この時間にぜひ、ね、上着とか膝掛けとか羽織とかね使ってくれて全然いいですからね。さあ、回答用紙なんですけど、いつもは回収してますが、今回自己採点タイムに自己採点していただくことになりますのでね、この夜の時間に頑張ってください。